こちらの動画は16カ国語の翻訳字幕が使えます。はい、どうも皆さん、こんにちは、ひでチャンネルです。今回はイラストワンポイントアドバイスということで、オンラインサロンにご依頼をいただいたこちらのイラストを添削していってみたいと思います。最近画風を自分好みに変えようと模索するうちに、パンティ&ストッキングのようなカートゥーン風のイラストが好きなことに気づきました。なので今回ホロライブのさくらみこをカートゥーン風に描いてみようと思い、添付の元画像をアレンジして描いてみました。ただ今回のような SD とまではいかないデフォルメイラストを初めて描くため、バランス感が難しく、書き込むべき箇所、省略すべき箇所のバランスがうまく取れているのか自分で判断できません。デフォルメ感、バランス感において違和感を覚える箇所や、もっとこうした方がうまく見える等のアドバイスをいただきたいです。ということで、こちらのイラスト、このキャラクターを参考にデフォルメして描かれたそうなのですが、パッと見の印象でいくととてもよく描けていると思いますよね。ただ今回はこんな感じのカートゥーン調のデフォルメキャラにしたいということなので、そうなってくるとちょっと違和感があるというか物足りなさがある印象かと思います。実はこういったカートゥーン調のデフォルメキャラを描くとき、デフォルメキャラならではの描き方の鉄則がありまして、今回のこのイラストはそれをやっていないため、デフォルメキャラとして物足りない印象になってしまっているんですよね。逆に言うと、今回ご紹介する4つの鉄則を守って描いてあげるだけで、カートゥーン調のデフォルメの効いたキャラクターを簡単に描くことができちゃうんです。ということで今回はデフォルメキャラを上手に見せる4つの鉄則について、こちらのイラストを添削しながら解説した動画をお届けしていきたいと思います。この動画を最後まで見ていただければ、こういったデフォルメキャラがどこか物足りなく見えてしまう根本原因がわかると同時に、どういったことをやればデフォルメキャラ特有の魅力を引き出すことができるのか、その描き方とコツが分かっていただけると思いますので、デフォルメキャラを描いても魅力的に描けずに困っている方、今回添削するこのイラストのどこに物足りなさがあるのかを知りたい人は、ぜひ最後までご覧ください。イラスト添削のご依頼はオンラインサロンの他にセッサというサイトでも受付中です。優先してイラストを添削してほしい方は概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。僕の仕事経歴なんかも概要欄にありますので、興味がある方はチェックしてみてください。またこのチャンネルではこれからアニメーター、イラストレーター、漫画家など絵を仕事にしたいと考えている人に向けて有益な情報を発信していますので、よかったらチャンネル登録と新着動画をいち早く見られるように通知設定の方もよろしくお願いいたします。今回の動画はライブ配信の切り抜き動画となります。音声が聞きづらい部分があるかもしれませんがご了承ください。それではやっていきましょう。最近画風を自分好みに変えようと模索するうちに、パンティ&ストッキングのようなカートゥーン風のイラストが好きなことに気づきました。なので今回ホロライブのさくらみこをカートゥーン風に描いてみようと思い、添付2枚目の元画像をアレンジして描いてみました。ただ今回のような SD とまでいかないデフォルメイラストを初めて描くため、バランス感が難しく、書き込むべき箇所、省略すべき箇所のバランスがうまく取れているか自分で判断できません。ですので皆様に見ていただいて、デフォルメ感、バランス感において違和感を覚える箇所や、もっとこうした方がうまく見える等のアドバイスをいただきたいです。ざっくばらんにご意見いただければと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。ということで、今話に出てきた参考画像というのがこちらになります。この画像のような絵柄がこの方は好きだということで、今回はこのキャラクターをこんな感じのカートゥーン調に描いてみましたというのがこちらになります。これをこういう絵柄にしたいので、こう描いてみましたということですね。で、もっとこうした方がうまく見えるとのアドバイスをいただきたいということで、ざっくばらんにご意見いただければということでございます。こちらのイラストをこのままでも十分よく描けていると思うんですけど、こういった感じのカートゥーン調ってなってくると、ちょっと描き方のニュアンスが違ってくるんじゃないかなと思います。ということで、まずはこういったデフォルメの効いたキャラクターを描くときに、どういったポイントを意識するとそれっぽくカートゥーン調に描けるのかという部分について見ていきたいと思います。まず一つ目は誇張ですね。カートゥーン調のイラストって見てもらえばわかると思うんですけど、頭なんかはもちろんなんですけど、手とか足の大きさなんかがものすごく誇張されていますよね。あとウエストなんかはものすごく細くなってますけど、体の流れのカーブも極端に変化させてジェスチャーラインを強調しているのがわかると思います。腕なんか見てもらうと、デザインは極端に単調化されている分、ジェスチャーラインがしっかりわかるようになっているのがわかりますね。足もそうですけど、ディテールは極端に削ぎ落として動きがわかるジェスチャーラインとパーツの大きさを極端に変えることで、パッと見でインパクトが残るような誇張が取り入れられているのがわかると思います。目立たせるところは目立たせて、絵にメリハリをつけるってことですね。
これがカートゥーン調の一つの特徴なんじゃないでしょうか。あとはこういった小物系、イヤリングとかブレスレットもそうですけど、こういったものをデフォルメの効いたキャラクターにつける場合はですね、目立たせるためにちょっと大きめに描いてますよね。こういったものは単純化しつつ大きめに入れてあげるっていうのも一つのポイントなんじゃないかなと思います。もう一つはシルエットの問題ですね。こういったキャラクターは外交性のキャラクターって大塚康夫さんは言ってましたけど、外交性のキャラクターなんて聞いたことないと思うんで簡単に説明しますけど、この体の付け根の部分が細くて外側に向かうにつれて、つまり先っぽに向かうにつれて広がっていく、こういうシルエットのキャラクターを大塚康夫さんは外交性、外向きのキャラクターって呼んでいたんですよね。代表的なところで言うとルパン三世なんかがそうだと思います。画像を見てもらえば分かりますけど、腕や足の細さに対して手足は大きく描かれてますよね。逆に体から手足の先に向かうにつれて細く小さくなっていくように、こんな感じのシルエットで描いてあげると、これはこれで可愛い感じになるんですよね。京アニのキャラクターなんかがそうだと思うんですけど、これを内向性のキャラクターなんて言ってましたね。内に向かってボリュームがあるシルエットが内向型、外に向かって大きくなっていくのを外向型、こういった違いがあるんですけど、このキャラクターを見てみると手が大きくて肩が小さいと、つまり外に向かって広がっていますよね。足も非常に大きく描かれています。普通だったら太ももの方が太いんですけど、これを見ると太ももの方が細くて足先に向かってだんだん太くなっている、これが外向型のデフォルメの特徴なのかなと思います。ということで、ここまで話したポイントを一旦整理していってみましょう。まず1つ目はパーツのディテールを単純化する。そして2つ目、ジェスチャーをより誇張する。3つ目は外向型である。手足に向かって大きくなるってことですね。そして4つ目は小物、アクセサリー類なんかのパーツは大きく見やすくはっきりということで、パーツが大きいってことは目なんかもそうなんですけど、こういった髪の毛のシルエットも一つの束が大きめに描かれていますよね。こういった特徴が挙げられると思います。ということで、これらを踏まえてこちらのイラストをよりカートゥーン調のイラストになるように描いていってみたいと思います。で、こちらのキャラクターをデフォルメ化したいということで、まずはポーズに関して考察してみましょうか。こっちの画像のキャラクター見てください。ウエストが極端に細くなっていますよね。こんな感じで大小の差をはっきりつけてメリハリを出してあげるのがいいのかなって感じがします。で、このキャラクター、胸が結構あるんですけど、胸はちゃんと記号として描いてますよね。なので、こっちも記号としてこんな感じの出っ張りをつけちゃっていいんじゃないかなと思います。そして腰がぐーっと後ろに入って、で、このポーズに合わせるんだとしたら足の向きを外向きに描いちゃってますけど、内側に入れちゃいましょうか。バランスの問題ですけど。で、こちらの画像を見てもらえばわかりますけど、足がめちゃめちゃでかい。なので、付け根の部分は細くてもいいと思うんですけど、ここからぐーっと大きくしちゃいましょう。足首ないくらいでいいんじゃないでしょうか。で、奥の足はこっちに下がっていると。次に手なんですけど、さっきも言いましたが、手が大きいですよね。ですので、肩は小さくて手に向かって大きくなるように描いてあげます。指なんかもこれに合わせて四角く太いデザインにしちゃってもいいんじゃないでしょうか。極端なメリハリを意識した方がよりらしく見えると思います。で、今度は輪郭なんですけど、輪郭もまだちょっと誇張が弱い気がしますね。この尖り具合見てください。この画像のように描きたいってことなんで、これくらい尖らせちゃってもいいんじゃないでしょうか。あと目の位置に対して耳がちょっと上すぎるかな。本来だったら眉毛と鼻の間に耳が入るんで、リアルな人間ならこれでもいいと思うんですけど、こういうキャラクターの場合、耳はあえてこの辺に描いてあげた方が自然に見えるんじゃないかなと思います。で、顔の角度もちょっと斜めに傾けつつ、さっきも言いましたけど、髪の毛のボリュームを単純化してあげたい。大きい毛束でしっかりと見せてあげるのがこういったイラストの特徴となってくると思います。なのでこの場合髪の毛の束感が分かりやすいようにこんな感じで大きいブロックに分けて描いてあげるといいと思います。この桜の髪留めも分かりやすく大きめに誇張して描いちゃってもいいのかなと思います。そして何よりこの帽子ですけど、デフォルメにする場合こういったものはもっと大きく描かないとバランス悪くなっちゃう。この辺の小物も何があるかはっきり分かるように大きめに描いてあげると。で、この人の髪の毛がここからこうボリュームがあると。で、この髪の毛もこんな感じで描いてますけど、あんまり細かく描かずにこれぐらいに単純化して描いてあげちゃっていいんじゃないかなと思います。
そして鼻と口はこれぐらいでいいと思うんですけど、目の大きさだけちょっと大きめにしてあげましょうか。カートゥーン調のイラストなんで思い切って大きく誇張しちゃいますね。で、大体の大きさのあたりをこんな感じで取ってあげたら、この大枠の中にこの画像のようなデザインの目を描いていってあげたいんですけど、このキャラクターだったらどれくらいのデフォルメがいいのか考えながら描いていきます。で、あとは細かいパーツを単純化しながら下書きしていきます。細かいパーツなんかは埋もれてしまわないように誇張を意識して大きめに描いていってあげたいんですけど、腰の部分やスカートの部分なんかは細かいパーツや書き込みが多いので、これを全部描くと絵の情報量が増えすぎてごちゃごちゃした印象になっちゃうんですよね。ですので、その中の一番目立つパーツだけをピックアップして、他のパーツはあえて描かないようにすることで、デフォルメキャラとしてのまとまりが出るんじゃないかなと思います。カートゥーン調のイラストということで、これぐらいのイメージで描いてみましたが、いかがでしょうか。元のイラストはこれぐらいだったんですけど、ちょっとまだデフォルメが足りないなっていう気がしますよね。これはこれでいいんですけど、参考画像のようにしたいという趣旨であれば、これくらいやっちゃってもいいんじゃないかなと思います。ポイントとしては、パーツのディテールを単純化する、ジェスチャーをより誇張する、外交型である、手足に向かって大きくなるってことですね。そして小物、アクセサリーなんかはパーツは大きく見やすく、はっきりということで、それを加味すると、こういうキャラクターからオーラフですけど、こんな感じになりましたということですね。じゃあこれをちょっと線画に書き起こしていきたいと思います。こんな感じで線画が描けましたが、どうでしょうか。かなり印象が変わったと思いますが、実はこれ頭の大きさとか足先までの全体の大きさは変えてないんですよね。帽子は一回り大きくしたんですけど、大きさは一緒のはずなのに、デフォルメのニュアンスでだいぶ印象が変わったんじゃないでしょうか。そうしたらですね、よりカートゥーンっぽくするために輪郭線を太くしてメリハリをつけていってみたいと思います。いかがでしょうか。こんな感じで輪郭線を太くしてメリハリをつけることによってよりカートゥーン調に近づいたんじゃないかなと思います。あとはこれに色をのせてあげれば完成です。今回はカートゥーン調のイラストということで細かい影付けなどはなくてもいいかなと思います。元のイラストを見てみるとやっぱりちょっとデフォルメが弱いかなって感じですよね。これはこれで絵としてはいいんですけど、なぜ今回はこんな感じで描きたいって言ってるんでね、この絵柄に寄せて直させていただきました。じゃあちょっとおさらいしていってみましょうか。最近画風を自分好みに変えようと模索しているうちにパンティ&ストッキングのようなカートゥーン風のイラストが好きなことに気づきました。なので今回ホロライブのさくらみこをカートゥーン風に描いてみようと思い、添付の元画像をアレンジして描いてみましたと。
ただ、今回のような SD とまでいかないデフォルメイラストを初めて描くため、バランス感が難しく書き込むべき箇所、省略すべき箇所のバランスがうまく取れているのか自分で判断できません。デフォルメ感、バランス感において違和感を覚える箇所やもっとこうした方がうまく見える等のアドバイスをいただきたいです。ということで、ポイントとしては、パーツのディテールを単純化する、ジェスチャーをより誇張する、外交型である、手足に向かって大きくなるということですね。小物、アクセサリーなんかのパーツは大きく見やすくはっきりという感じで、カートゥーン調のイラストを描く際のポイントを4つお話しさせていただきましたが、それを踏まえてこんな感じで描かせていただきました。元のイラストを見るとやっぱりちょっと全体的な印象が弱いと。こういった小物を細かく描いているせいであまり目立たないといった感じだったので、大きく描いて目立たせるようにしてみました。で、外交型のキャラクターを意識して手足も極端にね、大きく太くしました。あとはジェスチャーラインもカートゥーン調ということで分かりやすくよりカーブを強く意識して描いてみました。で、単純化という意味じゃ、元のイラストは髪の毛なんかがまだちょっと元のキャラクターのディテールを追ってるなっていう感じがあったので、もっと毛束を簡略化して分かりやすく描いてみました。ということで、今回はデフォルメキャラを効果的に見せる方法について、こちらのイラストを添削しながら解説させていただきました。こちらも一つの参考にしていただければと思います。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、テクスや迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、全身キャラクターを描くために必要な描き方のヒントや、ポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。また、ヒデチャンネルオンラインサロンでは、平日毎日日替わりで教材を使って解説しながら進める絵の講習会やイラスト添削など、絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと一緒に勉強したい方、お絵描き仲間が欲しい方は、サロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。